use English subtitles. Yo, Chon One Zoom. どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回はアストロンの2つのモデルを比較しようと思っています。両方とも 5X53 という同じムーブメントですが、ケースのデザインや材質、カラーリングの違いを楽しんでいただけたらなと思います。それでは楽しんでください。今回比較するのはこの2つ。セイコーアストロン SBXC069 オールブラックのモデル、セイコーアストロン SBXC055 ジャパンリミテッドコレクション限定1000個のモデルです。まずは069を見ていきましょう。ダイヤルカラーはマットなブラック。アスファルトのようにザラザラした質感で高級感を感じますね。白色の秒針。この白色が黒のダイヤルカラーにマッチしています。かっこいいですね。自身分身はメタリックな黒色。その上に夜光塗料が塗布されたデザイン。インデックスも同様にメタリックな黒色。黒い台座の上でインデックスが光り輝いていますね。オールブラックで落ち着いた雰囲気。ラグジュアリーな雰囲気が漂っていますね。次は055を見てみましょう。ダイヤルカラーはメタリックなブルー。よく見るとダイヤルの外側は色が濃くなっています。それによりさらに立体感を感じます。黄緑色の秒針。この黄緑色の秒針は生命力をイメージしてペイントされています。自身分身はシルバー。ヘアラインとミラーポリッシュの面を持っているので立体感を感じますね。これは055も069も同様です。シルバーカラーのインデックス。青色の台座に取り付けられています。055も069もどちらも立体的なインデックスなので光をピカピカと反射しています。ラグジュアリー。次は機能面を見ていきます。両方とも同じムーブメントなので同じ機能を持っています。6時の位置にあるこのスモールダイヤル。これは他の国の時間を示すことができます。右上と右下のボタンを同時に押すだけでホーム時間とワールドタイムを入れ替えることができます。針の動きが速い。この時計はソーラー電池です。今どれだけ充電されているのかがこの表示を見ればすぐにわかります。3時の位置のスモールダイヤルは曜日を、そして4時の位置には日付が。ちなみに曜日も日付も GPS の電波を受信させれば自動で変わります。スマート。夜光塗料はどのように光るのでしょう。このように光ります。インデックスの夜光塗料の光り方が少しだけ違いますが似ていますね。次にケースの違いを見てみましょう。
069はケースももちろん真っ黒。サイドがミラーポリッシュになっています。材質は純チタン。その上にスーパーブラックダイヤーシールドでコーティングされています。スイッチはこのようなスタイリッシュなデザイン。クラウンはネジロック式ではありません。ラグの表面はヘアラインになっています。055のケースの材質はステンレスです。そこにダイヤシールドがコーティングされています。055はサイドがヘアラインになっていますね。055のスイッチは丸いです。こちらのクラウンもネジロック式ではありません。055のラグはこのようにミラーポリッシュになっています。ケースだけで見ると055の方が光り輝いているように見えますね。しかし069のこの黒く輝く感じも最高にかっこいいですね。069のバンドはこのようなデザイン。黒いバンドは実際よりも細く見えます。バックルは見た目はスタンダードなものと変わりませんが、このように微調整できるスマートアジャスターがついています。1ステップ3ミリ調整できるので、合計6ミリ調整できます。055はスタンダードなバンドです。こちらもスタンダードなデザインですが、069と同様のスマートアジャスターがついています。069のサイズを記載しておきます。ちなみに防水性能は20バール。055のサイズも記載しておきます。似ているモデルでもサイズは少し違いますね。防水性能はこちらは10バールです。170ミリの私の腕ではこのような印象です。黒で引き締まって見えますね。材質がチタンなのでとても軽く感じます。重さはなんと 103g。ラウンドした形状のサファイアガラスでクリアコーティングがされているので、かなり視認性が高いです。055はこのような雰囲気です。材質がステンレスなのでずしっと重たく感じます。重さは 160g です。こちらも同様のガラスなので視認性が高いです。いかがでしたか？あなたはどちらの時計が好みですか？ぜひコメント欄より教えてください。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。